方によっては死に技が1個作られちゃうキャラクターなんだよね、このキャラクターって。簡単なキャラっていうのは誰でもその全ての技を有効だって認識できて使いこなせるキャラが簡単なキャラ。あ、この技はこういうふうに使うんだな、この技はこういうふうに使うんだなってのは明確、単純明快なキャラが簡単なキャラ。ちょっと一回ケンキ君やってみる、3試合くらい。はい。見せてくださいよ。いや頑張るよ、マジでやったからね。けどブランカはちょっと無理かもしれない。ブランカはちょっとどうしていいか分かんないかも。ちょっとブランカマジで分からん。ブランカはね、ちょっとめんどくさいと思う、正直竜でやるのは。教えちゃって良さそうだな。なんだそれ。分からんこの人形何これ。ちょっと待って、何よこれ。かわいい。それはね。出んかった。またかよ。なんでそのなんか知らんやつばっか来るんだけど。キャラ指定した方がいいかもしれないな。キンバリーか。おお、EX 打つさ。なんかすげえ。嗅覚。ごめんなさい、今たまたます今本当はあれしようとした。暴れ勝利を。なるほど。そういうことか。なるほどね。お、強い勝てる連携知ってんね。それまず食らうと思うよ。今の。その連携はめちゃめちゃ強い。なんか逆に対戦しててこれ嫌だなとか困ってるなとかってモヤモヤしてることってある？逆に。波動拳って何なんだろうってなって。なるほど。波動拳って何なんだろう。これって何のことなんだろうって。それはね、多分みんな思ってんだよね。そうですか。だけど強い技なんだよ。強い技なんだけど、すごく考え方が難しい技で。要するにこのお互いこうやってうろうろしてる時に届かないじゃない、技が。って時に波動拳だけがこうアドバンテージを取れるんだよね。飛び道具だからリーチがあるから。そう。結構飛ばれた時のリスクやばいじゃないですか。そうだね。最悪体力半分なくなるし。そうだね。そうからそこまでリスク取って打つものなのかなって思っちゃうんですよね。それは上級者でもそういう考え方の人が多い。けどなんだけど当然この技ありきでこのキャラクター作られてるから、打ち方とかその打つ頻度っていうのはもちろん考える必要があるんだけども、打った方が強い。そうですよね。でも必ず。でも言ったように確かにリスクが大きいから本番でめちゃくちゃインパクトとか打ってくる人間がいる可能性もあるから、覚えなくてもいいかもしれない、波動拳は。それよりかはこれでタクルっていう方を徹底した方が勝ちやすいと思う。わかりました。波動拳は結構安全なこのぐらいの距離で打っとけみたいな感じで思っときゃいいですよね。この距離ではあんまり刺す必要ない。危ない。これが来るからね。読みだけどね。そうなんか全員それ打ってくるから全員これ抜けれる方法あるのやばいなと思って。そうだね。そうなのよ。だからその波動拳っていう一個変な話、考え方によっては死に技が1個作られちゃうキャラクターなんだよね、このキャラクターって。いや今の話だとさ、波動拳危ないからじゃあ打つのやめようって思ったわけじゃん。でそう考える人がすごい多くて、でそうなるとこのキャラってじゃあ技1個少ねえじゃんってなるでしょ。そうなんですよね、マジで。そうってなると結局キャラクター性の引き出せてないって話になっちゃって、でそういうキャラってむずいのよ。むずいキャラ、簡単なキャラっていうのは誰でもその全ての技を有効だって認識できて使いこなせるキャラが簡単なキャラ。この技はこういうふうに使うんだな、この技はこういうふうに使うんだなってのは明確、単純明快なキャラが簡単なキャラ。なるほど。逆にこいつみたいにこれいや使い道あるの分かるけど危なくねみたいな。そうですよね。でも使わないと結局この技は持ってる意味ないよねっていうのは格闘ゲームだとむずいキャラっていう分類になっちゃう。だからね、今使ってるキャラむずいですよ。そうですよね。むずい。そうですよね。これなんすかこれ。それはどうしようかな。それは例えばこういう感じでコンボには使えるのね。はい。であとは
ちなみにこれは、ダメージだけで言うと、教えてるコンボよりも減ります。ああ、こっちの方が強いんですね、やっぱ。2555でしょこれ。一番最初に教えてくれてたやつですよね。そうそうそう。こっちの威力が低いわけ。ただ、状況がこっちの方がいいから、絶対こっちの方がいい。やるなら。ああ、結局、ああ、そうか。そうそうそう。で、これがね、進化を発揮する場面というか、はい。まあ、端なんだよね、結局。例えば、そう、一回あったけど、これ。これ、ごめん。これの後は、これがいいです。結構減るでしょ。あこれの後何していいか分かんなくなかった？これが正解なんあ。だ。ほんと強い。強い。うん。これがむずいんだったら、こういうのもある。はい。こういうのもあります。それ今日練習しましたわ。これでもいい。ダメージちょっとしか変わんないから、こっちの方が簡単なんだったら、こっちでもいい。慣れちゃえばね、そんなに難しさ変わんないんだけど、これがまあ一番いいんだけどね。40差か。40、まあだから、あんま気にしなくていいけどね。だから40とかまで気にするレベルになったら、その技、生きてくるってことですよね。これがね。そう、破衝撃っていう技の意味で出てくる。そう。それ以外はね、あんまりね、まあ使わなくていいと思う。忘れてください。渋い技っすね、じゃあこれ結構。そう。渋いけど、あるんだよ、使い道は。例えばこれ、手にこれまとった時に、ヒット確認ってわかる？ガードしてないのを見て、こうやって、こんな感じでコンボ伸ばしたりできるから。なるほど。そういうね、一応、こっからこんな感じでね。むずいな。そう、だからちょっとね、マニアックだね。これこっからこう。そうか、これだったらさっきのドライブゲージ使わずに。すごい。なるほど。そういうことか。すごいね、そうなんですよ。ゲージそれめっちゃ大事じゃん。じゃあ。ただこれしなきゃダメ。そうですよね。だからそれをどのタイミングでやるかってことですよね。ただ置き攻めの方がいい、正直。つまんない結論なんだけど、毎回、例えばね、さっきのコンボで言うと、これからこういうコンボもあるの実は。でこっちはダメージ高いじゃん。ほら2791で、さっきのコンボでダメージ、さっきのコンボはこれ2791ね。でこれは2496で、ほら200ぐらい多いじゃん、こっちの方が。これね。これでしかもっていうか、この後にこれができるわけ。離れてるからリスクなく。ところがですね、やっぱりね、格闘ゲームはね、置き攻めの方がいいんだよね。さっきの投げが決まるかもしれない方が強い、結局。確かに投げで1200ですもんね。しかも期待値、しかもずっとターン継続だからってことですよね。そういうことです。じゃあこれは一体何のための？一応輝く瞬間あって、こいつが。それはいつかというと、まあ割とあるんだけど、実戦で。これでスタンってなるじゃん、結構。ちょっとガードしてもらっていいじゃん。スタンで、ガードでいいよ。この後にこれやる。でこれ威力上がる。最大ため。これね、竜の個性です、実は。めっちゃ減る、日本で。これ日本ゲージしか使ってない。今日本、そうか。そうだからスタンした時に相手が動けない時間長いから、その間に溜める。でこれ新破衝撃を最大ためで走る。こういう使い道がある。あんまり良くないけどね、この連続技の時しか使えないっていうのは。でも一応こういう使い道がある。15戦か何戦かに1戦訪れるチャンスだ、それ。でもいや結構あるよ。バーンアウトした時にこれでいいから。そう結構ある。確かにそうか。壁に当てたんですよね。そう、相手がバーンアウトした時にこれやったらこれだから結構くる。そうか。かっこいいね、これ。これかっこいいよね。かっこいいけど、お前これ。かっこいい。これはでもまあちょっとむずいかな。今回は多分ここに時間割かない方がいいですよね。多分これむずいし、普通に難しいと思うから、これは気にしない。そうですよね。わかりました。だからこれは現状、こいつはあまり気にしなくていいって思った方がいいってことですよね、今回は。これに関してはあまり考えないものとして。忘れてください、一旦。わかりました。で、波動拳は忘れてください。じゃあってことは僕に残された技はこれとこれしかない。いや違う。残された技はこれだけです。
これそれしかない。これそうか。これがもうあなたを支えてます。そうか、これはコンボパーツだから、そうもうこれしかないんだ。そうすごいキャラだ。間違った。それだけです。気づかれました。で、一応ね、波動拳の使い道としては、ほら、これさ、これ3本使うから、この後ね。ゲージなくなってきたなーって思った時は、これの後に波動拳でこう、お茶を濁すといいかもしれない。これ安全だから。わかりました。そういう使い道はあるね。